パトです。今回の動画では日本の統治機構についてお話ししたいと思います。まずはじめにお断りします。こちらですね。EJU 総合科目のシラバスです。これはこの動画を撮っている現在、2026年第1回日本留学試験から適用されるとして、JASSO が公開している総合科目のシラバスです。詳しくは説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。で、これですね。これが今やっている政治分野のシラバスです。いかがでしょうかって言ってもちょっとわかんないですね。実はですね、このように、こちら出てきましたが、こちらの右側が日本人受験生が学習するシラバスです。どうですか？ご覧いただいている通り、赤字に変わった部分、EJU と日本人受験生と順番が違うんですね。これはどういうことでしょうか？実は、私、これを見たとき、思わず膝を叩いてしまいました。こんな感じですね。そう。私が指導しているときは、いつの間にかこのEJU の順番になっていたんです。というのも、日本国憲法の中には、この統治機構が出てきて、それらを知らないとなかなか理解できない部分があるんです。日本人受験生は普段日本に住んでいて、特に学習しなくても、テレビやインターネットなどで日本の統治機構、つまり国会だの内閣だのについて見聞きして知っています。また、関東地方の小学校では遠足でこれら国会議事堂などの見学に行くところもあります。その普段から見聞きしている社会のことを詳しく学習するのが、社会科という科目です。しかし、外国人留学生の中には全く違う政治体制、政治システムの国から来ている学生もいます。そのため、日本国憲法も、この統治機構について何の予備知識もないゼロから学習することになってしまいます。そこで、私の場合、日本国憲法を教える前に、まずは日本の統治機構を教えるようにしています。そうしないと、憲法の中身も、ただなんとなくでしか理解できない。そんなことがあるんですね。それでこのジャストのシラバスもこのような順番にしたんじゃないか、なんて思ってるんですが、実際はどうかわかりません。外国人留学生の指導について経験豊富なベテランの先生でしたら、この順番で教えるかもしれませんが、ただ私の勘違いでね、間違ってこの順番にしただけかもしれません。いずれにせよ、私自身、まず統治機構を教えた方が、次の日本国憲法の理解の助けになると考えてお話ししようと思っています。もちろん、日本人にしか教えたことがない先生でしたら、日本人の順番で教えた方が楽ですし、私も新人の頃はそうでした。けど、この動画では留学生の理解度を最優先に考えていますので、JASSO が示したこのシラバスの順番でお話ししていきたいと思います。よろしいでしょうか？そんなわけで、これからお話しする統治機構は、すべて次に学習する日本国憲法を理解するための伏線だと思ってご覧ください。よろしいでしょうか？それではお話ししていきましょう。日本の統治機構です。日本の統治機構は戦後、国の政治を行う国政と地方の政治を行う地方自治と大きく2つに分けられました。今回の動画では国政のお話をしていきたいと思います。政治を行うにはまず法律を作ります。その法律をもとに政治を行います。これが法の支配の原則です。そして、その法律に違反したり問題が起きたりした場合、法律でもって解決していきます。まずは、これらを日本語で確認していきましょう。法律を決める統治機構を日本語では議会と呼んでいます。
それに対し政治を行う統治機構を政府。さらに法律で裁く統治機構を裁判所とそれぞれ日本語では呼んでいます。また、それぞれの統治機構が持つ権力のことを、法律を決める権力を持つ議会は立法権。政治を行う権力を持つ政府は行政権。裁判を行う裁判所は司法権と日本語では言います。これらは呼び名が違っても世界各国、いろいろな国にある同じ統治機構だと思いますので、ぜひここでは、くどいようですが、日本語の学習だと思ってご覧ください。はい。で、こちら、この写真ですね。観光地にもなっていますので、見たことのある方もいるんじゃないでしょうか。これが日本全体の立法府。法律を作るところですね。立法府である議会の建物で、ここを日本語では国会と呼んでいます。そしてこちらの建物。これは首相官邸といって、総理大臣が住む家です。ここには各大臣たちが集まって話し合いをするミーティングルーム。これですね。ミーティングルームがあります。ここが行政府。政治を行うところで、日本語では内閣と呼んでいます。で、最後にこちらですが、はい。この写真が司法権の裁判所です。これは東京にある最高裁判所という日本に一つしかない裁判所です。詳しくは他の動画でお話ししますが、この他にも高等裁判所、地方裁判所といった裁判所が各地にあります。以上、まずは日本の統治機構をご覧いただきました。いかがでしょうか？繰り返しになりますが、これらの3つの統治機構は、呼び方は違うと思いますが、どこの国にもあると思いますので、ぜひ皆さんの国と比べながら学習を進めていってください。では、それぞれ詳しく見ていきましょう。まずは三権分立です。三権分立。他の動画で説明しましたって、またここら辺ですか？ここら辺にリンクが出ると思いますが、このリンクの動画で説明しましたモンテスキューさんの三権分立のシステムを日本では採用しています。ですので、この図のようにですね、それぞれの統治機構は独立し、お互いを監視する役割を持っています。それで、この中心にいるのが日本国民で、国民もそれぞれの統治機構を監視する役割を持っています。これまでその監視する役割を大きく担っていたのがマスメディアと呼ばれる新聞やテレビ、ラジオでした。しかし最近では SNS をはじめとするインターネットが大きな力を持ってきています。そしてその監視した国民が持つ考えや意見のことを日本語では世論または世論と言います。時々この世論を無視して政治をしたり法律を決めたりする政治家がいるのですが、その場合選挙によって落選、つまりクビになっちゃうということですね。仕事を失う、落選したりということが起きています。ですので政治家さんたちは国民の世論を完全に無視するわけにはいかないんですね。いかがでしょうか？ということで、この三権分立、それぞれ一つずつ見ていきたいと思います。まず、今回の動画では、日本の統治機構の、これですね、国会についてお話しいたします。1、国会。前日の通り、国会とは議会のことです。議会とは話し合って法律を作るところと日本では定められています。世界の様々な国にある議会のことを日本語では国会と呼んでいます。で、細かく見るといろいろこの議会にも違いがあるんですが、世界の国々にある議会のことを日本では国会と呼んでるんだなと、まずはこう考えるようにしてください。
で、先ほど写真出ましたが、こちらですね。場所は東京です。千代田区の永田町というところにある、これが国会です。この国会、つまり日本の議会ですが、日本では世界77カ国が採用している二院制という制度をとっています。二院制、つまり議会が2つあって、それで1つの国会と呼んでいるんです。その2つの議会ですが、日本ではそれぞれ参議院と衆議院と呼んでいます。で、こちら側の建物が参議院、そしてこっちが衆議院となっています。海外で二院制を採用している国々では様々な呼び方をしているようですが、上院と下院なんて呼んでいる国が多いようです。この日本の参議院と衆議院もこの上院と下院に似ていると今は考えておいてください。海外の上院に当たるのが日本では参議院になります。下院に当たるのが衆議院になります。実際はもう本当様々な違いがあるんですが、今は大体そのように考えていってください。これから中身お話ししていきますんでね。で、戦前、つまり第二次世界大戦が終わるまで参議院というのはなくて、代わりに貴族院と呼ばれる議会がありました。これはイギリスの議会と比べれば分かりやすいですが、当時の貴族院はイギリスの上院のように原則天皇が議員を決めていました。普通の人が貴族院にはなれなかったんですね。それに対し衆議院、こちらの方は海外の下院にあたり、戦前も国民が選んでいました。詳しくは日本国憲法のところでお話ししますが、要は戦前、上院にあたる貴族院は天皇が選び、下院にあたる衆議院を国民は選んでいた。ということを、まずは知っておいてください。そして、戦後、民主化により、日本から貴族がいなくなりました。貴族がいなくなった以上、貴族院なんていうのも廃止されて、新しく参議院として生まれ変わったんです。名前を変えると同時に、この参議院も国民が選ぶようになりました。よろしいでしょうか。では、それぞれ見ていきましょう。まずは衆議院のお話をしたいと思います。衆議院。衆議院とは海外の下院にあたり、貴族に対する庶民の議会と呼ばれる国もあるくらいで、日本でも一般の庶民の人たちが自分たちの住んでいる地域の一般の人たちの中から代表、つまり国会議員を選びます。そのため、日本各地を細かく選挙区に分け、自分が住んでいる場所の選挙区の中から庶民の代表者を選びます。全部で465人の衆議院議員を選ぶことになっています。今これ数字言いましたけど、ちょうどこのビデオを撮っている今ですね。国会ではこの数を減らそうなんていう話が湧き起こってるんで、この動画をもうアップした時からかなり時間経ってからこの動画見ると数字が違うじゃねえかなんて思うかもしれませんが、とりあえず今はこの動画の撮影している今は465人となっています。そして庶民の代表を選ぶなんて今言いましたけどもね、現実的にはお金持ちが議員になったりして、庶民とは少し違ったりもしますが、そこら辺興味があるようでしたら、周りの日本の方にいろいろ話を聞いてみてください。で、衆議院に対して参議院ですね。こちらはもともと貴族のような、神様ですね。天から選ばれた人たちの集まりでしたので、役割も衆議院と少し違います。戦後、参議院となった議会は、学者やお医者さん、医者ですね。医師、作家、また、ノーベル賞受賞者といったような知識がたくさんある。いわば、良識のある人たちが選ばれやすいような選挙制度に設定されました。
衆議院で選ばれた一般の人たちに対し、参議院はめちゃくちゃ頭のいい専門家たちが選ばれ、その頭のいい人たちが良識をもって判断する良識の府と呼ばれる議会となったのです。とこんな話をですね、日本の人が聞いたら、はってなったりすると思うんですが、理屈は今お話しした通りなんですが、現実としてはちょっとって感じなんですね。最初参議院が設けられた頃は、どこの政党にも属さない議員や、文字通り良識のある議員の方が選ばれたようですが、時代が進むにつれて、この参議院変化していきました。参議院では自分が住んでいる狭い地域の選挙区からではなく、日本全国的に選ばれる選挙制度のため、やはり人気があったりですね、知名度の高い有名人が立候補すれば当選してしまいます。皆さんはどうでしょう？めちゃくちゃ頭がいいけど頭が硬そうな、頑固そうな学者さんと、めちゃめちゃ可愛くて人気があった元アイドル歌手。この両方が立候補していたら、どちらを選びたくなりますかって、普通に考えれば学者さん選んでね、いい政治やってもらおうなんて思うかもしれないんですけど、やはりね、私も昔大好きだったアイドルが立候補したりしたら、ちょっとわかりませんね。で、アイドルだけではなくてですね、中には引退した芸能人とかスポーツ選手の人、またプロレスラーなんていう人たちが議員になっていて、その中にはですね、ちゃんとこの人政治の勉強したのなんて感じてしまう議員もいたりするようです。可愛いだけじゃダメですかなんてね、最近なんか流行ってるみたいですけれども、政治の世界ではちょっとなんて思うんですが、いかがでしょうかって、ちょっと失礼いたしました。そんな具合に参議院も今では政党に所属する人たちが、立候補したりして政党色が濃くなったり、良識の府としての役割に対し疑問を持つ日本の人たちがいます。これも興味がありましたら、周りの日本の人たちにぜひ聞いてみてください。で、それでも国民に選ばれた日本を代表する人たちです。先ほど言った通り衆議院は465人、そして今お話しした参議院は248人が選ばれます。任期、務められる期間は衆議院が4年、参議院が6年となっていて、参議院では3年ごとに半数の議員が選挙で選ばれ直されます。この選ばれた人たちのことを、先ほどお話しした国会議員と呼びますが、選ばれたからこそ、この国会議員には実は特別な権利、特権が与えられているのです。議員特権。こちら。1、不逮捕特権。2、免責特権。3、高い給与。それぞれ簡単にお話ししたいと思います。1、不逮捕特権。これは議会制民主主義を採用している国ではおなじみで、日本でも国会議員は国会会期中、つまり国会が開かれている期間、警察に逮捕されることはありません。とは言っても現行犯、つまり警察の目の前で犯罪を犯せば、別になっています。その場で逮捕されてしまいます。2、免責特権。こちらも同じ議会制民主主義を採用している国ではおなじみのようで、議会内での発言に対して責任を負うことが免除されています。3、高い給与。これは給料のことですが、国会議員は日本円でおよそ年収2500万円もらっています。それと様々な活動に必要なお金が支給されたりするんですがって、こんだけね、お金もらえるんでしたら、引退したアイドルとかね、アスリートが立候補して、なんてね、意地悪な考えを持ったりしちゃいますね。
どうでしょう、これ高いですかね、安いですかね。まあ、何はともあれ、高い給与をもらっている国会議員には、ちゃんと仕事をしてもらいたいものです。ということで、次に、そのちゃんとしてもらいたい国会の仕事を見ていきましょう。国会の仕事。まあ、こちらですね。これが国会の主な仕事になります。まあ、ここでちょっと再度確認したいんですけども、日本の統治機構は先ほどお話しした通り、三権分立をとっています。ですので、この三権のうち法律を作る立法権を持っているのがこの国会です。ですので、今ご覧になった通り、国会は政治をしないんですね。ここをしっかりと確認してください。また、こちらですが、まず皆さんは自分の国の議会と比べてみてください。日本の国会はこんなことまでするのかとか、日本の国会は〇〇やらないのみたいな感じに比較して考えると分かりやすいと思います。このようにですね、並べたんですけれども、実はですね、こちらも本当は仕事の優先度、重要度から順番並べるところなんですけれども、この示した順番、日本人受験生が学習するのとはまた違ってるんですね。最初にお話しした通り、外国人留学生が理解しやすいように教えることを考えていますので、まずはこちらの順番ですね。一応、じゃあちょっとこうパッと変えると、これ、日本人受験生が勉強する国会の仕事の順番なんですね。けど、この順番でやるとちょっと混乱を招いたなんてことが何度もあったんで、優先度、外国人留学生に合わせて、このような順番にしてあります。ということですので、まずは内閣総理大臣の指名。こちらの方からお話ししたいと思います。1、内閣総理大臣の指名。日本は三権分立をとっています。と同時に他の動画で学習したイギリス生まれの議員内閣制も採用しています。まずはこのお話からしていきたいと思います。世界の多くの国々、その中の共和国とか民国では、国の代表、いわゆる国家元首を国民が直接選挙で選びます。ここら辺、また、ここからね、リンク出てくると思いますけど、こちらのリンクに出てる動画でお話ししました。ここで政治体制解説していますので、よろしければ参考までにご覧になっておいてください。それで、国民から直接選ばれた国家元首。国家元首って言いましたけども、この国家元首を大統領なんて呼ぶんですが、このような国では国家元首、大統領ですね、と議会の議員と両方とも国民が直接選ぶことになっています。それに対して日本では国民は国家元首を直接選ぶことができないんですね。というのも、すでに国家元首として日本には天皇がいるからです。昔は国家元首である天皇が政治を行うのでしたが、戦後、日本は立憲君主制の国となりましたので、天皇が政治をすることはありません。これは日本国憲法にも記されています。そして、イギリスの動画でご説明した通り、君主に代わって、つまり日本では天皇に代わって政治をする人物を議会、日本では国会が指名し、その人物を天皇が任命するとなっています。つまり、立法権である国会が指名した人物を行政府、行政権のリーダーとして天皇が任命するという形になっているんですね。任命された人物が行政府、つまり日本語では内閣と言いますが、内閣を組織して政治を行います。その人物を日本語では内閣総理大臣と言います。ここら辺、外国人だけでなく、日本人からも
その時もし天皇が指名した人物を拒否したらなんて聞かれますが、これもこんなことはありませんというより、憲法に記されていますので、ここでは、ここら辺の話はとりあえず置いといてください。任命された総理大臣は、自分の考えでその他の大臣を選び、行政府を組織します。行政権の内閣を組織します。この行政府を日本語で内閣と言うんですが、つまりですね、行政府を作ることも実は国会の大切な仕事なんです。ここら辺海外と事情が違ったりしますので、まずお話ししましたが、これが日本の国会です。そして、三権分立の通り、指名した内閣総理大臣を国会は厳しくチェックしていきます。自分たちが指名した以上ですね、厳しくチェックするんですね。で、もしその総理大臣の政治が良くないと判断されたらどうなりますでしょうか。そこで出てくるのが、2の内閣不信任決議となります。これは分かりやすく言えば国会が話し合って内閣総理大臣をクビにできるということですね。また、そのためには内閣が行っている政治、ちゃんと政治やってんのかね、とんでもない政治やってんのか、厳しくチェックする必要が国会にはあります。それが、3の国政調査権になります。日本で生活してると、こんな、写真や映像をテレビとかで目にすることがあると思いますが、主にこの場面が国政調査権を行使していると考えてください。ここでの発言ややり取りは公開されるので、国民からの内閣の支持率が変わってしまう、なんていうこともあります。さらに、政治をするには、というより、日本国を運営していくには、お金が必要です。そこで、国民から絞り取った、じゃなくてですね、集めた税金から内閣が予算を編成します。どんなところにいくら予算かけるのかな、なんていうのをですね、内閣が考えて編成するんですね。そして、その内閣が編成した予算を議論するのも国会の仕事です。これが4、予算の議決です。ここでですね、この分野にこんなにお金かける必要があるのか、みたいな形でですね、議論が行われることになっています。と同時にですね、使った予算の結果、年度が終わってですね、去年どんなことに予算使ったのか、なんていう決算をチェックして、それを承認するのも国会の仕事となります。これが5、決算の承認となります。さらにですね、同様に内閣が外国と結んだ条約ですね。この条約を承認するのも国会の大切な仕事の一つとなっています。いかがでしょうか。議員内閣制の国から来た留学生なら理解しやすいと思いますが、そうでない国から来た留学生はここら辺しっかりと勉強しておいてください。どうして日本の人たちは自分たちの大統領、つまり国家元首ですね。国家元首を選べないのか。もう一度言います。日本人は自分たちの力で国家元首を選ぶことはしません。国家元首は天皇であり、天皇に代わって政治を行う内閣総理大臣を国会が指名するのです。その国会議員を選ぶのが私たち日本国民です。とここまでが行政府、内閣ですね。内閣に対する国会の仕事、役割になっています。で、続いて国会本来の仕事である法律の制定についてお話しします。法律の制定。日本で法律を作ることができるのは唯一国会です。そのため国会のことを日本国憲法では国権の最高機関と定め、国唯一の立法機関としています。つまり日本の法律はこの国会だけが作ることができるのです。これを国会単独立法の原則なんて難しい言葉では呼んでるんですが、国会以外の機関は一切法律作りには関わらないということを示しています。これをとって国会中心主義などとも日本では呼んでいます。また、
任意制を採用しているため、参議院と衆議院の両方が賛成しなければ法律は成立しないシステムになっています。法律を決めることは重要なことだから、慎重に2回審議、話し合いをしようというのが任意制の目的です。法律が決まるまで時間が大変かかってしまいますが、急いで変な法律を作ってしまうより、じっくりと時間をかけて話し合いましょう。特に参議院の人たちは、良識でもって時間をかけて研究、議論して判断してほしいという考えがこの背景にはあります。参議院がちょっと問題だなんて言われているのは、先ほどお話しした通りです。法律を作ってほしいとき、地元の国会議員にお願いして法律の法案を提出してもらいます。この時、参議院でも衆議院でもどちらに提出しても構いません。提出された法案を審議し、その議員で可決、つまり賛成されたら次の議員へ移り、もう一度審議するのです。法案を受け取った議員の議長は、まずはその法案を委員会というところで審議させます。これは全体が揃う本会議では人が多すぎるから、まずは少数で話し合おうということで委員会に送るのです。この写真の場面みたいな見たことあるかもしれませんが、これが一応委員会の写真なんですね。これを委員会中心主義と言います。その委員会の審議の際、専門的な話が必要になったり、当事者たちの意見が必要になったりする場合があります。その時は公聴会というのを開き、専門家や当事者などを呼んで意見を聞きます。広く意見を聞いた後、委員会で採決が行われ、可決されると本会議へと送られます。本会議へ送られた法案は多数決によって可決されると、次の議員へと送られます。最初に参議院に提出して可決されたら、次は衆議院でもう一回やる。先に衆議院だったら、次は参議院でもう一回やる。という流れになっています。そして、次に送られた議員でも同様に審議し、可決、つまり賛成されると、晴れて法律として制定されるのです。ここでもし一方の、衆議院でも参議院でも、どちらか一方が否決、つまり反対したら、この場合はその法案は廃案、つまり成立しないということになります。ただ、どうしてももっとよく考えてほしいというときは、両院協議会というのが開かれ、お互いの意見の調整が始まります。このようなシステムをとっているんですね。ただ、これら法案審議ですが、任意制ではあっても、緊急性を要したり、重要な案件というのが存在します。そのような場合は、参議院よりも衆議院の意見が優先されます。これを衆議院の優越と呼んでいます。例えば、予算の議決とか、条約の承認、また、内閣総理大臣の指名、法律案の再議決、予算の審議権といったものが衆議院には優先的に認められているんです。というのも、これは衆議院は議員の任期が4年で、参議院の任期の6年に比べて短く、国民というよりも一般の人たちの意見が反映されやすいというのが理由であることと、もう一つですね、内閣総理大臣の不信任決議、これが関係してきます。実は衆議院で内閣の不信任決議が行われた場合、つまり今の内閣はダメだ、総理大臣はクビだとなった場合、どうでしょうか。ダメな総理大臣を指名したのは、実は国会なんですね。つまり、ダメな総理大臣を選んだ国会にも責任があるんです。これを日本語では連帯責任と言いますが、連帯責任で、解散、つまり総理大臣だけでなく、総理大臣を指名した衆議院全員もクビになるという
ことなんですね。すごいですね。解散すればそれまで偉そうにしていた国会議員もただのフリーターになっちゃうんですね。ここら辺海外の留学生にはちょっと、理解できないみたいなね、話が出てくるんですけれども、このような参議院にはない厳しい条件が衆議院の国会議員にはあるため、衆議院の優越ということが認められているのです。いかがでしょうか？はい。また、法律に関しては、法律の大元、日本国憲法改正の発議を行うのも国会の仕事です。ここら辺は日本国憲法の動画で詳しくお話ししますので、そちらの方をお待ちください。ここまでお話ししてきた通りですね。要は、日本には議会が2つあって、日本で法律を作るときは、この2つの議会が両方とも賛成しなければ成立しない。このことをしっかりと知っておいてください。これが日本の議会、国会です。その他、国会に関するお話としては、1、公開の原則。両議員の会議は公開で国民は自由に傍聴することができます。また、会議録の保存と公開が義務付けられています。ただ、出席議員の3分の2以上の賛成によって傍聴などを禁止することができるようになっています。2、定則数。会議を開くための最低限の出席者の数です。本会議では3分の1以上。委員会では委員の2分の1以上出席しなければ会議は成立しません。3、議決。議決は基本的に多数決になっています。4、会期中に審議が終わらない場合は廃案になります。以上のようなお話がありますので、これらも同時に知っておいてください。では、最後にですね、この国会はいつ開かれているのか、そしてどのような種類の国会があるのか、それを見ていきましょう。国会の種類。開催される国会は大きく3種類あります。こちらですね。1、通常国会。毎年1回、1月から150日間の日程で開催されます。いつから始めるのかを決めるのは内閣で、主に予算の議決が中心的な国会。それが通常国会です。日本に来る留学生の多くが、日本の1年は4月から始まるんですかと驚きますが、4月から会社や学校が始まるのは、実はこの予算に関係しています。4月以降のことを会計年度と言いますが、それに合わせて始まる学校や会社が一般的です。昔は7月から会計年度だったとか、いろいろ事情はあるんですが、興味あればそこら辺調べてみてください。要は、この通常国会で予算が話し合われて、4月から会計年度が始まるというのに合わせて、学校とか会社が始まっているんだ、なんてこともですね、知っておくといいと思います。2、臨時国会。臨時会。内閣が必要と認めた場合、または衆議院か参議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合、開かれます。臨時の議題とは言っても、通常国会で出せなかった議題とかですね、ほぼ毎年開かれています。開かれる期間は、参議院と衆議院の両議員一致の議決で決められます。3、特別国会、特別会。衆議院の解散後に行われる総選挙後30日以内に召集されます。これは国会議員の中から首相、内閣総理大臣を指名するために開かれます。この会期も両議員一致の議決で決まります。以上、大きなものはこの3つですが、その他、緊急集会と呼ばれる国会もあります。これは衆議院が解散して衆議院議員が誰もいない時ですね。その間に国に緊急の必要があると内閣が考えた場合、参議院だけで暫定的に決定する国会です。
取り上げられた案件が解決後、直ちに閉会、終わりとなりますが、戦後、これまでに2回しか開かれていません。こんな感じで国会が運営されています。いかがだったでしょうか。以上が国会のお話でした。こちらがですね、まとめたものにもなりますし、解説欄のところですね、ダウンロードでプリントがね、見られるようになってますので、そちらもぜひ参考にしていただけたらと思うんですが、留学生の皆さん自身の国について確認してですね、日本との違いをいろいろ考えてください。いろいろ考えたら、いろんな日本の人の話を聞いてみてください。くどいようですけども、こういう話聞くとですね、あれこれ言いたくなるかもしれませんが、今はとにかく日本語の勉強だ、総合科目の勉強だということで、試験勉強に全力を注いでくれたらと思います。違う制度、違う価値観の人たちと話をすることで、新しい発想が生まれてくる。私は、それが留学の最大の成果だと思います。まずは、この動画で知識を学習し、そしてもっともっと日本語を勉強して上手になってください。よろしいでしょうか。次は内閣ですが、その前に少しお話をいたします。もうお気づきになると思いますが、この動画のシリーズでは外国人留学生がゼロからわかるように説明しています。というのも、総合科目の試験は大学で専門分野を学ぶために必要な学力を判定する試験で、レベル的には日本の高校生が学習するような内容です。しかし、日本人高校生向けに書かれた教科書や参考書を見ればわかるように、高校生が学習する内容は中学校で学習したこと、ここでは基礎知識と呼ぶことにしますが、その基礎知識を前提に説明しています。ですので、いきなり留学生がゼロの状態から日本の高校レベルの学習しようとしても全く理解できないことがたくさんあるのです。日本人なら誰でも知っていることでも外国人留学生には知らないことだらけです。実際に総合科目向けに書かれた参考書や問題集、さらには解説動画を見てみましょう。日本人が書いた参考書や問題集は基礎知識がないと理解できないような内容ばかりです。そこで私のチャンネルの留学生向け動画ではその基礎知識、つまり日本の中学校で学習するような基礎的な知識から説明しています。ですので少し説明が詳しすぎる、またはくどいと感じるかもしれませんが、そこら辺どうぞご理解ください。ということで、この内閣の説明も中学生が学習する基礎知識から総合科目レベルへとお話ししていきたいと思います。よろしいでしょうか。ということで、はい。こちらですね。2、内閣。議員内閣制。まず内閣について最初に確認してほしいのが議員内閣制です。これは国会の動画でも説明しましたが、再度確認したいと思います。議員内閣制はイギリスのウォンポール内閣から始まりました。そして日本もその議員内閣制を取り入れていて、内閣が行政権を持った行政府にあたります。そしてその行政府は国民が選んだ国会が作ります。その国会議員の中から行政府のリーダーを指名し、その指名されたリーダーを内閣総理大臣として天皇が任命します。その総理大臣が他の国務大臣を任命し、内閣が成立するのです。国会が内閣総理大臣を指名して内閣を成立させますから、当然国会には内閣を作った責任があります。ですので、何か良くない政治をしたら、国会にもその責任があるということになります。これを連帯責任と言います。この連帯責任が国会と内閣の関係で、これが議員内閣制です。内閣が良くない政治をしたと判断したら、内閣不信任決議というのを行うことができます。要は、今の内閣は良くないから全員クビだというのです。
この不信任決議が成立すると、10日以内に内閣は総辞職。つまり、総理大臣も国務大臣も全員辞めるか、あるいは衆議院が解散。つまり、衆議院議員全員がクビになるか、しなければなりません。衆議院が解散すると、40日以内に衆議院選挙が行われ、選挙後30日以内に特別国会が開かれ、新しい総理大臣を指名し、それまでの内閣は総辞職。つまり全員辞めて、次の内閣へと交代するのです。これが内閣不信任決議の流れです。で、こんな風にね、書いてありますけれども、いかがでしょうか。そして実はもう一つですね、国民の信を問うという解散があります。これは今の内閣や国会に対し、国民は支持しているのだろうかということを国民に問うために、内閣が衆議院を解散させ、総選挙で信を問うのです。この規定は日本国憲法の第7条に書かれているため、別名7条解散、7条解散とも呼ばれています。日本の国家元首は天皇だとお話ししました。ですので、衆議院の解散も天皇の国事行為、つまり天皇の仕事の一つとして内閣が天皇に助言し、衆議院を解散させるのです。もちろん形式的なものですので、ここで天皇が拒否することはありません。この解散は内閣に主導権がある解散で、様々な意見がありますが、もし興味があるようでしたら、周囲の日本人に話を聞いてみましょう。このように国会と内閣が連帯責任を負っている。このことをまず確認しておいてください。では次にですね、こちら内閣のメンバーについてお話しします。これも皆さんの国の状況と比べながら学習してください。まずはですね、戦前のお話をします。戦前も実は内閣はありました。しかし、戦前の内閣は憲法上の制度ではなく、天皇の勅令によって内閣が組織されました。というのも、内閣に所属する総理大臣も国務大臣も天皇が行う行政権の保筆。こんな字書くんですが、難しい言葉ですね。わかりやすく言うと、君主である天皇が行う政治を助けることを任務としていました。ですので、総理大臣も国務大臣も天皇自らが任命し、行政権の主体はあくまでも天皇でした。そして、大臣はすべて対等な立場で、内閣は行政権の主体ではなかったのです。ですので、総理大臣とは言っても、一番偉いというわけではなく、同輩の中の主席と呼ばれていました。同輩の中の主席、主席の最小。こちらですね。主席の最小という言葉から、この文字を取ってですね、首相と日本語では呼んでいます。ところが戦後、民主化によって内閣は憲法上の制度となり、行政権の主体となり、議院内閣制が成立したのです。そして、憲法によって総理大臣に強い権限が与えられ、内閣を運営することになったのです。行政の主体となった内閣総理大臣の権限は、ちょっと見てみますと、こんな感じになっています。1、国務大臣の任命権。戦前はこれがなく、すべての大臣と対等な関係で天皇の保筆をするんだと言いましたが、これが認められることによって、総理大臣が大きな力を持つようになりました。例えば、閣議、つまり内閣の会議ですね。閣議の際、総理大臣の意見に誰かが反対したら、全会一致の原則でその意見は否決されます。つまり、その総理大臣の意見は通らないということになります。そんな場合、反対した大臣を更迭。わかりやすく言うと、クビにして、他の大臣を任命すれば、全会一致が得られる。なんていうシステムです。2、行政各部の指揮監督。
それぞれの国務大臣に指示を出します。3、内閣を代表して議案を国会に提出。内閣の代表者ということですね。4、閣議の主催、案件発議。5、法律、政令などへの署名、連署。6、国務大臣の訴追同意。7、議案発言のために議会に出席。8、自衛隊の最高指揮命令権。9、安全保障会議の議長。総理大臣の権限として一覧挙げましたけれども、また説明欄からですね、プリントがダウンロードできるようになってますので、そちらの方で詳しくは見てください。内閣を運営する総理大臣に対し、国務大臣とは各役割を持った政府機関のリーダーだと考えてください。バーっとこういうふうに表が出てきましたけども、こちらの表が主な政府機関です。これらの政府機関は東京都の霞が関というところに集中しています。皆さんの国の中にも同じ習慣があるかもしれませんが、日本ではある人物とかある機関を表すとき、その場所で呼ぶ習慣があるんですね。例えば、国会は永田町というところにありますので、永田町と一言言うと国会のことを表す場合があります。また、永田町の先生なんて言うと国会議員のことを表したりします。ですので、この霞が関という言葉も各省庁、行政機関を表すときに使ったりされるんですね。辞書には載っていない日本語ですので、覚えておくといいと思いますけど、最近の辞書には載ってるんですかね。興味があったら調べてみてください。日本の人が場所の名前を言ったら、こういった表現にも使っている場合があるんですね。さて、その政府機関ですが、こちらの表の〇〇省というところに大臣がいると考えてください。例えば、外国の関係を調整する政府機関を日本語で外務省と言いますが、その外務省の責任者を外務大臣と呼んでいます。また、国の予算を扱うのが財務省という政府機関で、そこの責任者は財務大臣といった具合に各省庁、つまり政府機関のリーダーとなるのが国務大臣なんだと考えておくようにしましょう。一府十二省庁と、一般には呼ばれています。そしてこれらの省はとても忙しく業務がたくさんあります。そこで外局として〇〇庁と呼ばれる行政機関が設けられています。皆さんに身近な例で言うなら入管ですね。入管はもともと法務省の中にある入国管理局でした。ところが業務が煩雑になり、かつ多くなったため、法務省から外局として出入国在留管理庁が誕生したのです。これらの〇〇庁に大臣が置かれることもありますが、長官と呼ばれる人が置かれるのが普通です。詳しい話とかですね、細かい情報とかは、総合科目には出ないと思いますんで、興味があったらぜひ調べてみてください。また、これらの行政機関及び内閣から独立した外局というのもあって、これを行政委員会なんて呼んでるんですね。こちらですが、公正取引委員会、中央労働委員会、国家公安委員会、人事院。これ、役割が出てきてますけれども、これらの行政委員会は、業務の性質上、大企業とか政治家から圧力がかかる場合があるんですね。そのため、中立公平を守るため、いかなる圧力もシャットアウトできるほどの独立性を保つ組織です。ここら辺も全部合わせてですね、行政府の組織図なんてのが、動画の説明欄からダウンロードできるようになってますので、それの方を見てですね、後でゆっくり確認してください。また、これらの行政機関で働く人たちを一般的に公務員と日本語では呼んでいます。国家公務員と地方公務員とに分けられ、
そこで働くすべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと憲法にも定められていますが、皆さんの国の公務員とね、同じようなもんだと思いますので、興味があったらぜひ比べてみてください。国会で総理大臣が指名されると、総理大臣が選んだ人物に電話をかけ、それぞれの大臣をお願いします。内閣のメンバーは半数以上が国会議員であるという条件がありますが、ほとんど国会議員が大臣になります。電話を受けた国会議員は招集に応じると、首相官邸に集まり、内閣が結成されると、首相官邸の会談に全員が集合して、こんな風にですね、写真を撮るのが恒例となっています。これがその時の写真なんですけれども、また、こちらの部屋ですが、応接場と言いますが、大臣たちはここで総理大臣が来るのを待ち、みんなで座っている映像や写真が公開されます。これらの写真が内閣を象徴する写真として使われてるんですね。で、実際に会議するのは、こちらのミーティングルームで、ここで会議することを、先ほど言いました、閣議と呼びます。では、その閣議で話し合われる内閣の仕事について、次は見ていきましょう。こちらになります。1、法律・予算の執行。国会が制定した法律と予算に基づいて政治を行います。何度もお話ししている通り、三権分立ですので、内閣が勝手に法律を作って政治をするわけにはいきません。総理大臣に指名され、こんな政治がしたいと言っても、そのためには法律を作らなければならないんですね。これも国会のところでお話ししましたが、その法律を国会に提出し、認めてもらった上で政治を行っていきます。ですので、国会のところで地元の議員にお願いして法律を作ってもらうという例を出しましたけれども、実はこの法案を一番たくさん国会に提出しているのが内閣なんです。そして内閣が法案を提出するのは衆議院が先というのが一般的です。2、政令の制定。憲法や法律を実施するために内閣が政令を制定します。内閣が出す命令のことですね。この政令とは政治を行うため法律に基づいた命令のことです。例えば、外国人の皆さんに関係するとしたら、留学生が通う日本国内の日本語学校ですね。実はこの日本語学校に対し、新しい法律が制定されました。日本語教育機関認定法という法律です。これは国会で可決されてできたんですね。日本語学校とそこの先生たちの質の向上を目指した法律です。この法律に基づき、内閣の文部科学大臣が出した政令が、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定に関する法律施行令。なんて長い名前のですね、令和5年政令327号なんていうのが出されたんですね。これが政令です。この政令によって、実は日本語学校ですね。この日本語学校は2029年までに文部科学省から認定審査を受けて審査に通らないと、それ以後外国人留学生を受け入れられなくなるという政令です。厳しい法律、厳しい政令が出たんですね。これをご覧の方が日本語学校に通う外国人留学生でしたら、学校の先生に聞いてみるといいでしょう。3、法律案の提出。先ほど言った通り、内閣が考える政治を行うために法律案を提出します。国会に提出される法案の実は80% から 90% が内閣から提出されるのです。4、予算の編成。これも国会のところでお話ししましたが、政治を行うにはお金が必要で、国民から集めた税金を使って予算を作り、国会に提出します。また、
決算も国会に提出して承認してもらいます。5、条約を締結。外国との条約を締結し、国会の承認を得て批准します。内閣は外国との外交関係の日本の代表として処理します。6、行政の指揮監督。先ほどから説明している〇〇省が行っている業務を管理します。7、天皇の国事行為。天皇が行う国事行為に対し助言と承認を行います。天皇と内閣が喧嘩をしたなんて話は聞いたことがありませんし、これは形式的な関係だと考えてください。8、臨時会の招集。参議院の緊急集会の招集。これも国会のところでお話しした通りです。内閣にはこういう権限があるんですね。9、衆議院の解散。内閣不信任決議がなされた場合、衆議院を解散することができる。で、先ほどからお話ししている通りです。で、先ほどお話した7条解散、7条解散なんてのも覚えておくといいと思います。10、最高裁判所長官を指名。内閣は三権分立の裁判所の中の最高裁判所の長官を指名します。また、その他の裁判官の任命を行っています。これは次の裁判のところでお話ししたいと思います。以上が内閣の主な仕事です。いかがだったでしょうか？ということで、今回は内閣の動画でしたが、次はですね、その3件の最後、裁判所の動画をお送りしたいと思います。この動画シリーズは総合科目対策だなんて題にしてますけれどもですね、外国人留学生が大学に進学した後、大学の勉強が難しいなんていう時にも参考になれるお話になっています。また、日本事情にですね、興味のある方がご覧になっても面白いかと思いますので、ぜひですね、よろしければたくさんの人にこちらのチャンネルを紹介していただけると嬉しいです。いかがでしょうか？日本の統治機構、最後は裁判所です。日本の統治機構、3、裁判所、司法権の独立。裁判のお話でまず確認してほしいのは、司法権の独立です。くどいようですが、日本は三権分立、こちらですね。三権分立をとっているので、三権は独立して存在します。特に裁判所は、行政府からも、立法府からも、いかなる干渉や支配を受けてはいけません。行政権である内閣が国会議員の中から指名されるなど、国会とある程度の関係性を持っているのに対し、裁判所は強い独立性を持ち、誰からも指図されないことが必要です。たとえ総理大臣の家族が犯罪をして逮捕されても、裁判官は毅然と法に従って裁きを行うのです。そこで裁判官たちは、まずその身分が保障されています。裁判官たちは間違いがない限り、生活が保障され、定年まで務めることができるのです。国会の衆議院や参議院の議員になるには、まずは選挙で国民から選ばなければなりません。さらに任期があり、衆議院は4年で、参議院は6年で辞めなければなりません。その後も続けたければ、再び選挙に出て、国民に選ばなければならないのです。また、内閣総理大臣や国務大臣たちには任期はありません。しかし、国会に指名されなければ総理大臣にはなれませんし、政治が悪いと判断されれば不信任決議を出されたりします。また、総理大臣になるのは国会で一番多い政党。政党とか選挙のことはですね、他の選挙の動画でお話ししますが、この政党のリーダーがなるのが慣例なので、その政党のリーダーとしての任期があり、その任期が来れば交代することになります。ですので、ここら辺裁判所の裁判官と
国会議員や内閣と違うということがよくわかると思います。ただ、だからといって何でもあるということではありません。裁判官でも国民の監視にさらされ、かつ良くないことをすればクビになってしまうのです。裁判官の罷免。罷免とは分かりやすく言うと、クビになるっていうことです。裁判官がクビになる条件は、こちらになります。1、執務不能の裁判官。裁判官も人間ですから、病気になったり、心身の故障が起きたりします。そのため、裁判所が、この裁判官は職務を取ることができないと判断、決定した場合は、罷免されてしまいます。2、公の弾劾。これまた裁判官も人間ですから、中には悪い人もいるかもしれませんって、過去何人かいたそうですが、裁判官が悪いことをした場合、同じ身分である裁判官が裁くのは、三権分立の原則に反してしまいます。そこで、悪いことをした裁判官を裁くのは、国会となります。国会で弾劾裁判というのを開くのです。例えば、電車の中で痴漢をした男がいました。しかし、その男を取り調べてみると、裁判官でした。それを見た一般市民、つまり、日本の人たちは、国会の罷免委員会というところに訴追します。警察に逮捕された時点でね、すぐ話が進んでいきますが、その国会の罷免委員会が、その裁判官について調べ、弾劾裁判を開きます。その弾劾裁判所で判断されるのです。この場合はもちろん罷免となります。罷免とは、先ほど分かりやすくクビになると言いましたが、正確には裁判官としての資格を剥奪される。つまり裁判官の資格を取られてしまうということです。で、最後ですね。3、国民審査。最高裁判所の裁判官は、任期後初めて行われる衆議院議員総選挙の際と、その後10年経過した後、初めて行われる衆議院議員総選挙の際、国民に審査されます。選挙の際ですね、このような紙も一緒に配られて、罷免させたい裁判官の名前の上の空欄に×をつける。これが国民審査なんですね。国民審査で罷免された裁判官は一人もいませんが、例えば、どうしても納得できない裁判の判決が出た、なんてニュースが流れたら、×をつける人がたくさん出てくる。といった状況で、たとえ罷免されなくても、裁判官たちは国民の意見を確認することができ、自分たちの職務に反映させることができるのです。以上が司法の独立と裁判官の身分保障のお話でしたが、次はその裁判官たちが働く裁判所についてお話しします。裁判所の構成。日本の裁判所は、このようになっています。まず、すべての司法権は東京にある最高裁判所と各地にある下級裁判所に属し、特別裁判所は憲法で禁止されています。最高裁判所。東京にある裁判所で15名の裁判官で最後の裁判を行う終審。最後の決着を行う裁判所です。高等裁判所。一地方に1カ所あり、全国で8カ所あります。地方裁判所。各都道府県に1カ所ずつ置かれ、北海道には4カ所、全部で50カ所置かれています。家庭裁判所。家庭内のことを判断する裁判所です。簡易裁判所。民事では140万円以下、刑事では罰金刑以下、刑務所に入るっていう裁判は行われません。さらに、知的財産高等裁判所というのも設置されました。
これらの裁判所で裁判が進められていきます。こちら。日本では裁判は3回受けることができます。これを日本語で三審制と言います。これは裁判の公正、慎重を図り、国民の人権を守るため、裁判の判決に不服であれば、より上級の裁判所に対して訴えることができ、全部で3回まで裁判を受けることができるという制度です。世界には三審制を取っている国がいくつもあるようですが、皆さんの国はいかがでしょうか？ただ、日本でも法律の内容によっては2回のみ、1回のみの場合があります。内乱罪なんていう罪があるんですけどね。こういったものの裁判は三審制にはならない。なんてことがあるんですが、興味がありましたら、いろいろと調べてみてください。で、最初の裁判を日本語では一審と言います。そして次の裁判を二審と言い、最後の最高裁判所の判決を終審と言います。一審から上の裁判所に訴え出ることを日本語で控訴と言います。二審から上の裁判所に訴え出ることを、これまた日本語で上告と言います。ここら辺日本人受験生も難しい言葉を覚えるのが大変ですので、皆さん留学生もまずはこれらを日本語として覚えるようにしましょう。で、これらの図もダウンロードできるようにしてありますので、よろしければ後でご覧ください。国民と司法。裁判の種類ですが、その内容によってこちらのような裁判が開かれます。1、民事裁判。2、刑事裁判。3、行政裁判。これまでの説明の中でいくつか言葉を使ってしまいましたが、それぞれここでお話ししたいと思います。まず、1、民事裁判です。この裁判は、私人間って読むんですね。こんなこと言うとまた日本語の漢字は読み方が難しいとかね、留学生に文句言われてしまいますが、法律の言葉だと思ってですね、解釈してください。私人間の権利、義務の争いを解決する裁判のことを民事裁判って言うんですが、これはもう母国語で調べちゃった方がすぐ意味わかると思います。ですので、ここではこれに関係する日本語を覚えるようにしてください。で、訴えた人を原告と日本語では言い、訴えられた人を被告と日本語では言います。裁判ではなく裁判所の仲介で、調停とか和解なんていう解決方法もあるんですが、わかりやすく言うと裁判の前に仲直りすると言いますかですね。決着がつくことをこういうふうに呼んだりするんですが、細かい意味はぜひ調べてみてください。ごめんなさい。で、2番目、行政裁判。これは民間が国、地方公共団体を訴える裁判のことです。今お話しした民事裁判の一つに当たります。で、こちら絵が出てきましたけども、この絵が民事裁判の法廷になります。で、ここにいるのが裁判官。そして、こちら側が訴える人たち。原告ですね。そして、こちらが訴えられる人たちの被告で、こちら側にはその弁護人がいます。また、民事裁判の場合はですね、ここには証人が立ったりします。これも日本語を覚えるつもりで学習してください。で、3番目になると今度、刑事裁判になります。これも本当辞書調べた方がわかりやすいと思うんですが、日本語の勉強としてですね、聞いてください。他人の生命や財産を侵すなどの犯罪の事実があったかどうかを判断する裁判のことを刑事裁判と言います。で、警察や検察官という人たちが捜査し、検察官が起訴します。起訴、要は裁判を起こすっていうことですね。起訴された被告人のことを日本語では被疑者と言います。裁判所は
証言、物的証拠により有罪か無罪かの判決を下し、有罪であれば刑罰を与えます。刑事裁判では、ここに被告人、つまり犯人だと疑われている人が立ちます。そして、検察官がこちら原告となり、こちら側には被告人の弁護士が座ります。とここら辺も皆さんの国と大して変わらないと思いますので、ぜひですね、日本語の勉強だと思って引き続きご覧ください。で、ちなみにこの日本では裁判官と検察官は公務員になるんですね。ところが、それに対して弁護人、弁護士は公務員ではなく民間の人になります。そうなると、お金のない人が被疑者となって裁かれるとき、弁護士を雇うお金がないと心配になりますが、弁護士を雇うお金がない場合、国選弁護人と呼ばれる弁護士を国が置いてくれます。これもちょっと日本語の練習だと思って覚えてください。こんな感じなんですが、いかがでしょうか。で、さらに言うなら、裁判官や検察官、そして弁護士、この3つの職業を法曹三者と日本語では言い、法律関係の仕事をする職業全体を日本語では法曹界と言います。これも日本語の勉強だと思って覚えてください。さて、これを言うと驚く留学生がいるのですが、実は日本には死刑制度があります。重大な罪を犯した犯人を、言ってみれば殺してしまう制度です。日本にこの制度が残っている最大の理由は、国民からの支持です。要は、日本の人たちがこの死刑制度を支持しているということですね。内閣府の調査では、死刑制度はやむを得ないと考える日本国民がおよそ 80% 以上いるそうです。興味がありましたらですね、ぜひ周囲の日本の人たちの意見を聞いてみてください。で、本当に様々な意見があるんですが、そんな意見がある中、この死刑判決が出たり出なかったりするたび、議論が湧き起こります。こんなにひどい事件なのに死刑にならないのかとかですね。逆に、こんなんで死刑になっちゃうのっていうのは、こっちの方は少ないんですけれども、こんな具合に議論が起こるんですね。そこで、司法は一般国民の人たちにももっと裁判を知ってもらい、国民の考えを裁判に反映させようということで、2009年から日本では裁判員制度が始まりました。裁判員制度。重大な刑事事件の第一審、つまり1回目ですね。1回目の裁判について、国民の中からくじ引きで6名の裁判員という人を選び、3名の裁判官と一緒に審理し、被告人が有罪か無罪かを判断します。有罪と判断すれば、刑罰を課すことになります。で、ここで押さえてほしいんですが、海外にはですね、これと似た三審制って、こんな字書くんですけれども、三審制ともう一つ、陪審制という制度があるんですね。詳しくはこれも細かい情報になりますので、この日本語をもとにですね、いろいろ調べていただければと思うんですが、この三審制と陪審制の要素を組み合わせてできたもの。これが日本の裁判員制度だと、簡単にはそういうふうに考えてください。どの制度も国民を司法に参加させるということを目的としています。で、ここら辺難しいと思いますので、総合科目学習の導入動画でお話しした知識は母語で確認で、ぜひ皆さんの母語でこれらの制度を確認しておきましょう。三審制を取ってる国とかですね、陪審制を取ってる国なんていうのは、総合科目の試験で出るかどうかはわかりませんが、大学行ってからもしこういう関係の勉強をするようなことがあるようでしたらですね、
必要になってくる知識ですので、ぜひ皆さんの方で勉強するようにしてください。また、国民が司法に関わるということで、検察審査会なんていう制度もあるんですね。これは検察官、先ほど言った被疑者を訴える人たちですね。この検察官が起訴しなかった事件、訴えなかった事件について、抽選で選ばれた、これまた11人の一般市民が、その不起訴処分、訴えなかったことが妥当であったかどうか、正しかったかふさわしかったかを審査する仕組みです。この一般の人たちから選ばれた審査会が起訴するべきだ、訴えるべきだと2回議決したら強制的にその被疑者は起訴されます。こういう仕組みもあるんですね。で、これ聞いててお分かりだと思いますけれども、やたら難しい言葉使ってるんですね。で、これまた導入のですね、動画でもお話ししていることですけれども、分かりやすく言えば簡単なんでしょうが、どうしても言葉が難しくなってしまいますので、何度も言うようですけれども、この EJU っていう試験は、日本語の試験も科目の試験も日本語の試験だということで勉強していってください。で、もちろんぜひこういうのを勉強したらですね、皆さんの国と比較してですね、いろいろ考えてほしいんですね。よくこんな話してるとですね、質問されたりもするんですが、皆さんの国の中には、ここまでお話しした日本の裁判所以外にも、憲法裁判所とか行政裁判所、さらには軍法会議といった裁判所があるようです。しかし、戦後の民主化でこれらの裁判所は禁止されました。というか、もともと日本にもこういった裁判所があったんですが、これ特別裁判所といって、天皇直属の裁判所だったんですね。ところが、民主化によって主権が国民に移った現在では、このような裁判所は存在しません。なんてお話しすると、留学生の中には軍法会議について、日本の自衛隊が問題を起こした場合どうなるんですかなんて質問が出たりするんですね。が、大体そういう質問をしてくる留学生っていうのは、徴兵制とか兵役のある国から来た留学生が聞いてくるんですね。で、お答えすると、自衛隊に軍法会議はありません。もちろん自衛隊内での犯罪を取り締まる自衛隊警務部というのはあるそうですが、これは海外の軍隊の MP とかですね、戦前の日本の憲兵に似てるように見えますが、中身は違います。基本、自衛隊警務部というのは、日本の戦前の憲兵隊のように、軍隊外の民間人に対して権力を行使する権限はありません。しかも、MP とか憲兵と違い、自衛隊内での比較的軽い犯罪の取り締まりに当たります。重大な事件などは普通の警察が捜査するんですね。というのも、例えば以前自衛隊の中で殺人事件があったんですが、これも自衛隊警務部が捜査し、容疑者を確保したのですが、軍法会議を開いて裁いたりせず、殺人事件として警察に引き継ぎ、一般の警察が捜査をしていったんです。ここら辺海外と違うので、覚えておくというよりはですね、興味のある方にはこんなお話をしています。いかがでしょうか。また、この後お話ししますが、裁判所が持つ違憲立法審査権を行使、判定するための憲法裁判所というのも日本にはありません。皆さんの国の中には法律ができてすぐ憲法裁判所で判断する国もあるようです。しかし、日本では原則、裁判の過程で裁判に適用される法律が憲法に違反していないかどうかを判定しています。これは憲法だけでなく、海外と結んだ条約も対象で、その条約が日本国憲法に違反していないかどうかも確認します。なんて話をすると、これはですね、日本人受験生から質問されるんですね。なら日米安全保障条約はどうなんですか？この条約のせいで日本にはアメリカの軍隊がいますなんて、聞かれてね、困るんですが、はい。
この場合も議論が起こるんですが、高度な政治的判断ということにされています。これも興味がありましたらですね、ぜひ周囲の日本の人に話を聞いてみましょう。というよりも、本当生々しい話になっちゃいますので、話をする前に、まずはですね、総合科目の基礎知識と日本語を一生懸命勉強してください。で、先ほど出てきました、作られた法律や結ばれた条約が違憲であると判断される。これをですね、裁判所が持っている違憲立法審査権、違憲審査権と言います。また、作られた法律だけでなく、行政に対しても違憲審査の権限が裁判所にはあるんですね。こんなことも皆さんの国と比較し、覚えておくようにしてください。で、最後に人権保障。捜査・逮捕における人権保障。現行犯を除き、警察が逮捕、捜査することは、すべて裁判所の令状がなければできません。また、容疑者として疑われた人が黙秘する黙秘権も認められています。さらに、取り調べの際の拷問とかですね、自白とかによる証言は裁判では証拠にはならないことになっています。で、これもちょっと日本語の練習だと思ってね、確認してください。で、次の人権保障。刑事裁判における人権保障。裁判は公開で行われ、被告人は弁護人を依頼することができます。先ほど言った通り、お金がない場合はですね、起訴される前は当番弁護士という人を頼むことができ、で、訴えられた後は国選弁護人という弁護士を依頼することができます。また、被告人は有罪判決を受けるまでは無罪と推定される推定無罪の原則が守られます。刑事保障請求権。刑の執行や拘留を受けた人が無罪の判決を受けた場合、国に保障を求めることができます。再審制度。裁判が確定した後、裁判の誤りが分かった、新たな証拠が出たりした場合に、裁判をやり直すことが認められています。こんな具合に、裁判の際のその人の人権保障が定められているんですね。で、最近ではですね、司法制度改革というのが行われ、被害者も参加できる制度なんてのも導入されてきています。いかがでしょうか。あくまでも独立性を保った司法権が日本国の行政と立法を監視し、法の下の司法を司っているんです。本当難しい日本語で申し訳ございませんって、一応ですね、今回も字幕出るはずですんで、それ見ていただければと思うんですけどもね、本当何度も言うんですけど、私たちお金がないんでね、AI が翻訳した字幕ですので、おかしいなと思ったら、くどいようですが、母国語で、母語で確認するようにしてください。以上、日本の統治機構と題しまして、三権分立の三権、国会、内閣、裁判所を見てきました。そこで最後にですね、この三権分立まとめてみたいと思います。こちらになります。こんな具合ですね。国会、法律を作る場所、立法権と言いました。内閣、政治を行うところ、行政権と言いました。そして裁判所、裁判、法律をもとに判断する場所ですね。ここを司法権と言います。そして三権分立っていうのは、この三権がお互い独立して監視し合って成り立っている制度です。国会は内閣に対して内閣の不信任決議を出すことができます。また、内閣総理大臣を指名するのも国会の権限です。で、その指名された内閣がちゃんと政治をやっているのか、国政調査権なんていうのを国会は内閣に対して行使することができます。で、内閣は国会に対して衆議院を解散させるという権限を
持っているんですね。こんな具合に国会と内閣が監視し合ってるんです。また、内閣と裁判所の関係としては、裁判所は内閣に対してその政治が憲法違反かどうかを判断する違憲審査の権限を持っています。これに対し内閣は裁判所に最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命という権限を持っています。また、国会と裁判所の関係でもお互い監視し合っていて、裁判所は先ほどお話しした通り、国会が作る法律が憲法に違反していないかどうかを審査する権限、違憲立法審査権を行使することができます。また、国会の方は裁判所に対して、裁判所が判断する法律の制定、これが国会の最大の権限になってますが、悪いことをした裁判官を裁く弾劾裁判なんてのを行う権限を持っています。こんな風にですね、3つの権力がお互い独立し、監視し合って成り立っているんですね。三権分立、ぜひ覚えておいてください。ここまで長かったですが、いかがだったでしょうか。ちょっと難しいお話でね、難しい日本語を使ったりですね、っていうか、内容よりも日本語が難しいと思うので、本当これはですね、日本語を一生懸命勉強してください。日本語っていうか語彙ですね。この総合科目で使われる語彙、一生懸命覚えてください。で、これまた何度も言うんですが、これらはちょっと生々しい話につながりやすい話題ですので、何度も言いますけれども、今は総合科目の知識を勉強するんだっていうことで、一生懸命そこで使われる日本語の勉強をしていってください。そして、ぜひ大学なり大学院なり、専門学校なりに進学した後ですね、周りの日本の人たちとたくさん話をして、いろいろと勉強していってください。よろしいでしょうか。それでは今回の日本の統治機構はここまでにしたいと思います。またお会いしましょう。グッドラック。